美味しいです。はい。本物のパンです。Everything's so good, yeah. Croissant? Croissant? Alright, good choice, my man.これ今から何を作られるんですか？これがやっぱ一番うちの看板商品のソーセージブリオッシュ。一応ソーセージも自家製で作ってて、でまあこの型に合わせてソーセージのサイズも変えて、でまあお出ししてるって感じです。ソーセージブリオッシュは甘いバターたっぷりのブリオッシュ生地に自家製で作ってるソーセージを包み込んで焼き上げるパンです。フランスのリヨンという町のレストランとかの前菜に出されているソシソンブリオッシュっていうものからちょっとアレンジして出しています。麦のいいです。糖分も少ない。これを入れる。これぐらいで揚げます。一旦時間を置いて。
これカンパーニュの生地使ってドライフルーツとクランベリー、レーズン、あとくるみ、あとイチジクですねが入ってます。ただいま。こっちで作ってるんですよ。手作りですか？あ、そうです。すごい。はい。よいしょ。
します。始まってます？始まってます。始まってます。このザベイクさんとこちらはルブージーさんは系列店。系列店本店でベイクは2号店ですけど、でブージーからベーコンとか先ほどのハムとかジャンボンとかいただいて、お返しじゃないですけど、同じ店なんでカンパニー、こっちの前菜で出してるカンパニーを僕たちが作って卸してるっていう感じです。玉ねぎにちょっと甘み出したいんで塩を入れてあげて一緒に。ルブージーさんでは使わないんですか？使わないです、バーガーミンチは。どの仕込みもはい、オリジナルの味というか。そうですね、全部規制使わないんで全部手作りでオリジナルでやってます。このバーガーミンチに関してはこんだけ玉ねぎ入ってるんで、やっぱその野菜の甘みがあるようなバーガーミンチにはなってますね。ごめんなさい。それとビネガーとケチャップを合わせた、あとローリエの下味ですね。でこれでちょっと1時間ぐらい煮込みます。これで一晩寝かします。
こちらの前日パンなんですけど、ぜひ焼き直してから召し上がってください。毎日来ますよ。近くにレストランでパン使ってるんで。フレンチレレストランされてるんですか？はい、そうです。何を焼いてもらってるんですか？トラディション、パン、バゲット。はい、本物パンです。これいいわ。本物のパン。はい。ご出身はちなみにフランスからです。こちらはもうちゃんとフランスの。の味はしてますね。はい。またね。バケットの今から分割入ります。これトラディショナルっていうバケットとベーコンフランス、あとチャバターで使用してます。バケット2種類やってて、トラディショナルとさっきのムーっていうので、トラディショナルは、いわゆるハード系ですね。冷蔵発酵、長時間発酵させてるんで、小麦の、風味、味がすごい感じられるバケットになってて、でムーはフランス語で柔らかいって意味なんですけど、でそれ、日本人向きに、柔らかく仕上げてるきめの細かいバケットになってます。
よく染み込んでます。すごい。すごい助かる。いろんな。お腹いっぱいになります。これパンプディングっていう余ったパン、いろんな種類のパンを集めて次の日焼くっていう形でやってます。レストランとかでもおろしてるんで、レストランとか端は使わなくなっちゃうんでサイコロ状にカットしてで、アパレルと一緒に焼き固めるって感じです。廃棄はゼロですね。はい。あ、そう。ちょっと時間経てば。バタースコッチっていうソースがあるんで、それとバターを合わせて、でもまたさらに乾燥したラスクにあえて、でまた焼き固めてるっていう感じです。I'm tasting it. Yeah, it's hot. Alright, good choice, my man. 温める。オーブンです。はい。ください。ありがとうございます。少々お待ち。口頭でレジの時に温めましょうかって言うようにはできるだけしてます。その方がもう温めた方が美味しいのは僕らも分かってるんで、そうやって食べてもらいたいなっていう感じで言ってます。日本のパン、ユニークだ。ユニーク。ヘブンで美味しいすか？食べ物。ヘブン。来てください。来てください。バイバイ。さよなら。ソーセージブリオッシュの次に人気の商品で、フランスのクロワッサンで結構めちゃくちゃ大きくて結構バターの香りが強いです。うちもそれに寄せて、結構大きめに作ってでも値段は300円とリーズナブルな感じでお出ししてます。発酵バターも使ってるんでバターの香りもすごい良くておすすめです。
僕、もともと愛知出身で自動車関係の仕事を、10年ほどやってて、そこから、ちょっと飲食行ったりしてて、その飲食の時にそのルブージとかベイクのお店を知って、何度かお客さんとして通うようになって、そこから、ちょっと働いてみたいなと思って、愛知からちょっと修行って言ったら響きはいいですけど、そんな感じで、入りました。パンは僕今年で3年目なんで、まだ本当にペーペーですね。でもめちゃくちゃ勉強して、もう毎日本も読みましたし、もう30超えてから新しいことを覚えるってことで、結構大変でしたし、やっぱその当時は結構朝早かったんで、今営業時間がちょっと遅いんですけど、前まで4時とかだったんで、4時に起きるっていう習慣もなかったんで、それも大変でしたし、覚えることもいっぱいあったんで、めちゃくちゃ苦労しました。でも僕に教えてくれた先輩たちがもう手取り足取り教えてくれて、そういった面ではなんかそういう先輩方にはすごい恵まれてたなっていう。で、今は店長ってことで、それをまた下の子たちに教えていけたらいいかなって。ベイク最初ここ来た時にとりあえずもうなんかかっこいい、こんなパンならちょっと作ってみたいと思って入ってみたら案の定めっちゃ面白くてハマり込んでます。ハマり込んで2年ちょっとなんですかね。シンプルで美味しいのがやっぱかっこいい、関連でクラシックがかっこいいって学ばされました。でここのインパクトのある大きいパンは惚れましたね。シンプルかっこいい大きい、僕に合ってるって神戸来てみたいってずっと思ってて、で就職で神戸来て、すごいベイクのパンとかお店の雰囲気とかがめっちゃいいと思って、直接やらさせてもらってっていう感じで、これからもっとなんか頑張らないといけないなと思います今回はちょっと取材をはい、おいていただきありがとうございます。ありがとうございます。彼はバカ真面目で不器用けど、何か一つのことをやり続けることには長けてます。で可愛さもあるし、もう多分ああいう人が今後街を担っていくし作っていくしっていうことができる可能性を秘めた人だなって僕はいつも思ってます。チーズバーガー温めましょうか。お願いします。はい。ソーセージのブリオッシュはトースターとかフライパンで少し温めてもらったらちょっといいです。はい。ありがとうございます。
隣でレストランを始めて、食事に合うパンを作ってたのがきっかけで、ここのカンパーニュとかはレストラン用に割と料理に何でも合うような味にしてます。うまみが強すぎないとか、小麦の甘みが出すぎてないとか、どっちかというと酵母の香りがあったりとか、割とその食中に合ったパンの味にしてるっていうのがまずレストランでパンを作り始めたきっかけ。でも神戸ってもともとパンの街なんで、そのやっぱパンの街の中でやる差別化されたものとして何がいいかなって思ったら、やっぱその歴史とかクラシックを掘っていくんですけど、ヨーロッパの文化のものなんで、実際フランスに行ってで、感じたこと、サイズ感であったりとか、香りであったりとか、全然やっぱり日本のものと違う、日本で独特にこう進化してきたパンの文化、それはそれでもちろん好きなんですけど、僕たちに合うものってなったらやっぱフランス寄りのものだから、より本質的で本格的で本物志向でっていうのがまずこのパン屋をやったきっかけではあります。でパン屋さんとかってやっぱ長い時間働くのがやっぱ当然なんで、このままだとこう下がやっぱついてこない、若い世代がいかに短い時間で凝縮した時間でギュッとしてそのクオリティを上げて、それに価値をつけてお客様に提供するっていうのが、僕の新しいパン屋の形、未来なんじゃないかなと思ってこのパン屋をやっている理由でもあります。そうだからやっぱフィリングももちろんすごい進化して美味しいんですけど、でもやっぱフィリングの味になっちゃうんで、どの店でも同じ味じゃないですか。やっぱそれを自分たちでカスタードからカレーから何から自分らで作るっていうのがこの僕たちのパンになるのがやっぱこのベイクの一番いいところかなとは思います。ベイクに行ってベイクでしか感じれない空気感でパンを買って、神戸でしか食べれない味を食べて、それが価値になってもう一回神戸に行く理由になるっていうのがこのパン屋さんをやっている理由でもありますよね。で一気温めて。オリジナルで作ってます。美味しいんですよ、これが。ディルっていうハーブです。こんにちは。
ヘルバチコです。ちょっと苦味がある。これで蓋をして。これがそう6やったっけ。もう3セット来るんで。ちょっとミスった。牛乳与えながらやるんやった。フランパリジャンはカスタードパイですね。結構フランスだと多分クラシックで王道の、スイーツになってます。ありがとうございます。コーンスターチでとろみつけて焼き上がりがプルンとした食感になるように仕上げています。口が沸いてきたんでここからとろみがつくまで炊き上げます。色つけます。桃です。はい。でここに骨が走ってるんですけど、この骨走ってるとこに包丁入れてあげてちょっと分割して。
ですぐ冷めたらすぐお肉放り込める。もうジャンボンブランは鮮度が命なんで、本当に調理する時も肉切る時もあんまり温度上がらないようにもうすぐ手あげて、さばきたてのものを入れて、でもう絶対その日のうちにこのつけだれにつけてあげて、でこれインジェクションっていう注射器なんですけど、こういう注射器で中心の方にソムリエ液をつけてあげて、鮮度が悪かったらパサついたり発色が悪くなるんで。はい、ソミュール液っていうのは、はい、どういった効果というか。味付けとあと発色ですね。なんか鮮度いいものをソミュール液につけて火ですると綺麗にピンクに。でそういう意味でこのソミュール液にしたりしてます。ケンちゃん。うん。さっきのと合わせてキロが10キロあるかなないかなぐらいですかね。大体もう1週間ぐらいでなくなりますよ。仕込みは発注入れて2週間ぐらいかかるんで、漬け込みに5日から1週間かけて、で火入れして1日2日か置いて固めてからカットなんで。豚のハムの風味の奥行き出すためと長期に持たせるために乳酸発酵させてるんですよ。そうすると腐敗菌っていうのが増殖しなくなるんで、そのために今ちょっと乳酸発酵してる状態ですね。
で今からこの油と赤身を乳化させていく作業をします。氷入れないと温度が上がっちゃうんですよ、この機械の熱で。なんで氷入れながら冷やしながらやるんですけど、温度上がりすぎちゃうと分離して食感が悪いボサボサのパンになるので、うまいこといけばこんなプルンプルンのハムができると。長さに合うように。木の粉末をこう固めたやつですね。燻製のもちょっと周り焼いたり。でこれ一回火消してあげたら煙が出るんで、これを寿司粉の中に入れて。燻製の香りをつけてあげる感じです。豚が大体30時間です。冷やして
して夜は基本的にはパンとワインと楽しんでもらう感じなんですけど、隣のそのシャルキュトリーも食べれるんで、惣菜と、こっちのパンとっていうのを、お酒はビールと、あとワインがメインで、あとはソフトドリンクとチューハイもあっています。全然今日はミルフィーユに使うパイですね。5時から立ち飲みが始まるので、それに向けてセッティングしているところです。これハムの盛り合わせです。これをどちらに？これベーク。全然終わってない。まあいい。めちゃめちゃ食べてるからや。これは半盛りですね。半盛りのハーフサイズで、お隣がブージーさんなんで、肉の専門店ということで、横の店も系列店なんで、うまいコラボの仕方だなって思って、はい。飲めるパン屋って書いてあったんで、一番最初にこれ見たときに、パン屋さんで飲めるんだっていうのがすごく衝撃的だったんで、ふらっと入りました。それからもう虜ですね。今も飲んで、そしてパンをこう持ち帰りで帰っているところです。僕のここの大好物なんですけど、クロックムッシュ、はい、すごく美味しいんです。はい、ワインもまた新しくチョイスしていただいて、それもすごく美味しくて、飲むだけじゃなくて会話も楽しめるっていう、そんな雰囲気を作ってくれる素晴らしいお店ですね。はい。お店の中にお酒も置か
されていると思うんですけど、はいはい、スタンド営業、立ち飲み営業をするっていうのがお酒を置いてある理由で、基本的にワインからビールからハイボールから飲み物は割とソフトドリンクもあるし、どんな方でも割と来やすいカジュアルなスタンドになってて、ブージーのそのさっき作ってたハムのスライスをパンに乗せて食べたり、当てがあったり、チーズがあったり、フランス人とかパンとチーズとワインを飲んでるじゃないですか。だからお酒とパンって合わないはずがないというか、僕らにとっては割と自然なことというか、お酒と食事をつなぐパンみたいな立ち位置でこういうスタンド営業はやってるんですよ。カウンターをテーブルこう真ん中にドンってなってるじゃないですか。あれは意図的で人と人をつなぐテーブルでもあるんですよ。だからみんながテーブル一つのテーブルシェアするんで、初めて会った人といろんな情報交換ができそうで、いろんな出会いがあったりで、ここで生まれた仕事もあったり、恋愛もあったりするんですけど、人としてこうつながっていくっていうのはスタンドのいい役目かなとは思いますね。どうかな。一度テイスティングされるんですか？はい。コルクに壁が生えてるやつがあるんで、それが正常かどうかのチェックをしてから。はーい。わからん。ちょっとハム盛りがあるんですけど。ジローさん、ハム盛り頑張るそうです。いいっすか？これで隣のレストランの方と連携して、基本お肉とかハム盛りとかはレストランの方から持ってきてもらうんで、結構バタバタしてると本当連携が大事になってくる。好きなんだけど、昔から大きくやりました。それもいて。なんか無言で持ってるから自分は正社員で俺から見たらちょっとおかしいんだけど、これは繊細のうちのワンオブゼロ。確かに言ってたもん。ハム盛りと、ハム盛りとウフマヨネーズと、パン盛りでパン盛りで、はい、わかりました。これにはワインをお願いしていいですか？おすすめで。おすすめで、はい、わかりました。めっちゃ可愛い。ベルゴーニュのサラダです。お疲れ様です。ハム盛り2名分とウフマヨ1お願いします。はい、了解です。リンさん、ハラミと豚のカツ。フカッチャですね。オリーブのフカッチャです。
なんとか先生とかそうなんとかなああいうなんか